はいどうも、直樹です。前回は七色の瞳を持つボスキャラのイノを紹介してきましたね。やり込めばやり込むほど大ダメージを与えられるやり込み要素と高速な置き攻めを展開できるので、置き攻めキャラを探している方におすすめです。さて、今回ご紹介するキャラクターは激強な防御方法を持っているクラドベリジャムです。今回もプロフィールをピックアップして紹介しますね。詳しくは右枠に書いておきます。身長163センチ、体重不明、趣味、料理、観察、研究、大切なもの、厨房、青春、イケメンとイケメン大好き料理人というようなキャラクターになっています。ちなみに戦闘スタイルですが、武器を持たない気功を使った中華拳法になります。それではキャラクターストーリーの方を紹介しますね。ジャムは美味しい料理を素直に美味しいと言ってもらえるようなお店を作るために賞金稼ぎの旅に出ることになりました。いろいろあってジャムは賞金を手に入れて自分のお店を作ることに成功しました。ただし悲しいことにそのお店は消失してしまいました。それでもジャムはくじけず借金をしてお店を再建し、さらには従業員のスカウトの旅に出るのでした。カイとブリジットの両方をスカウトし、最終的にはブリジットが店員になってくれるのでした。キャラクター設定はこんな感じです。それでは格ゲーにおいてのジャムについてですが、いわゆる高機動高火力型のインファイトキャラクターになっています。高機動を活かして相手の懐に急接近し、高火力なコンボを与えるといったキャラクターになっています。またアイコンというシステムもあり、アイコンは3種類あって最大3枚ずつまで貯めることができます。このアイコンは特定の技を強化版で出すとアイコンが消費されてしまいます。強化版の技はとても強力なのでジャム側としてはさっさとアイコンを貯めたいです。強化版の技はどれぐらい強いかというとこんな感じです。ちなみに通常版はこんな感じで飛び道具を抜けることができません。それらを踏まえるとジャムのレーダーチャートはこんな感じかなと思っています。攻撃力は高い方になっています。相手に触る技が多く、強化のアイコンが溜まっているときは大抵コンボに行くことができます。またその強化アイコンを簡単に貯めるフォースブレイク技の朝なぎの存在も大きいです。防御力は少し高い方になります。ジャムには固有の防御技であるホチフの存在が大きいです。ホチフとは簡単に言ってしまうとガードした際の硬直がとても短くなって相手に反撃しやすい技のことです。具体的にはこんな感じです。機動力はダッシュや空中ダッシュが速く比較的少し高いと言えます。近距離4、中距離3、遠距離4。基本的に近距離をメインとしたインファイターと言えます。近距離は強い技が多く、それらをブンブン振り回しながらヒットしたらコンボでダウン、プラスアイコンを貯めるというループが可能になっています。中距離はジャム側から何かやれるという行動は少なく、低空ダッシュ、ジャンプハイスラッシュを引っ掛けてダウンを取るというのがメインの行動かなと思います。遠距離は強化アイコンを貯めるというジャム側にとってはすごいリターンのある行動があるので、相手が攻めざるを得ない状況を作ってそこでインファイトへ移行していくという遠距離でも実質戦える距離となっています。ジャムの戦闘スタイルはこんな感じかなと思います。ジャムの勝ちパターンは強化アイコンを貯めてから相手に触ってコンボをしてダウンを取りながら強化アイコンをまた貯めるというループに持っていくことになります。なので最初は遠距離に行って強化アイコンを貯めたり、どうにかしてダウンを取ってから強化アイコンを貯めてゲームがスタートするというような感じになります。フォースブレイク技の朝なぎを使用することによって3種類の強化アイコンを1つずつ貯めることができるので、テンションゲージが 25% 溜まったらすぐに FB 技の朝なぎを使用することをお勧めします。また鋭いテイクダッシュからのめくりジャンプハイスラッシュがかなり強いので、めくりジャンプハイスラッシュを引っ掛けてダウンを取ってアイコンを貯めるというのもおすすめです。シンプルに強い技が強く、また通常技が全般的に強い性能をしているので、インファイトをしてみたいという方にとてもおすすめです。さて、ジャムのカラー一覧はこちらになります。自分の好きなカラーを見つけましょう。そうしたらさらにキャラクターに愛着が湧くはずです。今回はここまでになります。次回は女の子大好きなイケメン海賊のジョニーになります。それではバイバイ。